それでは早速1人目のピッチングの方を紹介したいと思います。中国残留孤児2世らが結成したグレン隊ドラゴンの創設メンバー、暴走族、ヤクザ、日中混成窃盗団など裏社会に生き、20年近くを監獄で過ごした。すごいですね。そのワンナンさんが新たな生き方を探し始める物語です。中国と日本、ドラゴン、そしてこれから全てが夜中全て狂ってるというふうに感じる。なんで俺家出してさ10代でさこんなバブルの日本でさ俺はハンバーガー拾ってさゴミ拾って生きなきゃいけないんだよ。向こうの橋桁の下でさ半年とか住んでたからさ、そんなのさ神様いるとかよ、運命が素晴らしい運命を待ってるなんか考えられねえよ。クソだよ。暴走族による事件が相次いでいる中、千葉県浦安市で対立する暴走族グループの抗争事件があり、少年1人が死亡、4人が重軽傷を負いました。俺とっくに恨んでんのかね。すっげえいじめられたもん俺。ボールで顔面に蹴られるしよ、袋にされるしよ、もうひでえひでえ。もう人間と思えないぐらいで俺は日本人信じらんなくなったよ俺。東京・江東区のクラブから用心棒代として合わせて70万円を脅し取ったとして中国残留孤児の2世などで作るグループチャイニーズドラゴンのリーダーの男ら4人が逮捕されました。中国人つったってよ、戦争時代に親が中国に取り残されたから、それで生まれた子供が中国。てめえだってお前中国にいたかもしんないじゃんか。たまたまてめえの親が運が良かったから日本でてめえを産んだだけじゃねえか。特殊な道具を使って鍵を開けるピッキングと呼ばれる手口で会社の事務所に侵入して通帳を盗み出し、銀行で現金を引き出したとして中国人と日本人合わせて5人が逮捕され、逮捕されたのは中国人で東京江戸川区の無職王南容疑者。建造物侵入窃盗、有印私文書偽造、同行し詐欺ミス。印鑑をしてある書類を偽造したんだよね。それは全てのことは肯定できないし、でも全否定するのも難しいし、でその原因が何なのかっていうのがさ、今考える時間があって、一生懸命考えようとしてるんですけど、それをそんなの考えたってしょうがないって言われて、もう終わった話だとして片付けられると、自分のこの人生の半分ぐらいは何だったのかとか思うし、それが今後自分はどう生きるかっていうのは作用すると思うんですよね。それを過去を振り返る必要ないって、そこを蓋しちゃうとなぜ犯罪集団に変質するかっていうと、自分は今暴力を否定する立場ですけど、いじめられた時に暴力で抵抗するのが一番即効力があって、で当時自分たちが家出して食い物なくて、そこで奪った学ランが売ったら金になるとか、そこらにチャラチャラしたやつが殴ったら金出すっていうのを覚えてると、やっぱり暴力で金になるっていうところを覚えちゃうんですよね。でそれがどんどん学校の不良っていうかヤンキーから町のチンピラになってヤクザに変わっていくと、この喧嘩で負けた時に差し出す金額がどんどん大きくなるんですね。
初めは1000円500円だったのに、まあ、500万1000万になるとそこで、まあ、自分たちも変質していくっていうのがあって、自分がそのいじめの被害を受けてたっていうことばっかり今まで考えてきたんだけど、ある時突然そのいじめの加害体験を全然反省してないで大人になったってことにいきなり気がついて、なんかその自分の楽しいからやるみたいな、そういういじめの方がやっぱり世の中って圧倒的に多いと思うんですよね。そういう人たちってなんか構成できるんですかね。なんかそもそもなんか全然罰せられないし、いじめの被害者と加害者っていうのはそんなに分けられないと思うんですよね。いじめマイノリティの問題で自分がマイノリティになるとどうしても自分がなんで自分とか自分の権利を言う方が言いやすいんですけど、でもここではマイノリティだけど違うところでタスカにね、マジョリティについてるわけだから、その時に自分がどんだけその違うグループでマイノリティに対して気遣いができるかっていうのも、まあ、大事だと思うんですよ。今ちょっと残留工事のテーマと違うんですけど、今日本で犯罪の再犯率が 52% から 3% になっていて、一回犯罪に走るとなかなか足洗えないっていう問題があって、刑務所に入る前にその犯罪に至った背景に社会からの孤立っていうのは問題があって、でそれを刑務所に入ってからも刑務所がその面会を禁止したりとか妨害したりして、とにかく社会から孤立して犯罪に至ったのに、刑務所に行っても社会孤立したままで、外に出た時に本人だけのやる気じゃどうしようもなくて、ちょっとしたことで挫折するともういいやっつってまた刑務所に戻るんですよね。それを当事者の身で俺だけのせいじゃなくて社会は悪くて俺は再犯してしまったよっていうことはなかなか言いにくいと思うんですけど、その言いにくいことをあえて言わなきゃいけないので、そこは、まあ、事実と思うかな。大丈夫？80近いな。はい。はい。90。64までなのね。次は 46F46。これ本当に一人でやってたら気がめいっちゃうもんね。これ B でしょ。違う、 B はここまでだけで、この下に W とか大丈夫？次は取れる？まあ一人一人面会に行って話するのが一番いいけど、それができないから、せめて本を読んで人生を考え直してほしい。で自分自身もその何回か、更生しようとして失敗して、みんな対人関係が誰かに裏切られたとかトラウマ的なものがあって、その人によって悪くなった部分が大きいから、人によっても良くなると思って、その本を入れてくれる人いるんだって、手紙出せば必ず返事が来るんだっていうのを受刑者の方に分かるとすごい生きる希望とかね、湧いてくるんですよね。排出権取引とは何か。